出会いはいつも唐突だ。キンググループの長男ケンが顧客のビアーを接待している最中、その日ウェイターとして働いていたケビンが彼にぶつかり飲み物をこぼしてしまう。苛立つケンが声を荒げる一方で、ビアーはさほど気にも留めず静かにハンカチを差し出してその場を収めた。次に彼と会ったのはキンググループの敷地内だった。その時初めてあのウェイターがキンググループの次男ケビンだと知る。興味を覚えたビアーは夕食後に一人で歩き回り、そこでひっそりとおどおどしているケビンを見つける。思わず距離を詰めて顔に触れ、メガネをかけない方が似合うとからかうように笑ってその場を後にした。最初はなぜビアーがそこまでケビンに惹かれるのかわからなかった。だが後にビアーがケビンにある贈り物を手渡す場面を見た瞬間、全てが腑に落ちる。ケビンの従順な気質がビアーの奥にある執行を静かに刺激していたのだ。皆さんこんにちは。 BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。ケンの政略結婚の日、警察が会場に踏み込み、彼はその場で逮捕された。父は長男を刑務所から出すためケビンを呼び出し、ケンの代わりに罪をかぶるよう強いる。家でのケビンの扱いはメイド以下で、父はケンだけを偏愛し、ケビンの才能は管理と監視の対象でしかなかった。彼の挙げた業績は全てケンの名義で回収され、ケビンは利用される存在としてしか扱われていなかった。それからしばらくしてケビンは理由もわからないまま釈放され、外へ出るとそこにはビアーが迎えに来ていた。車に乗せられ、そのままドライブに連れ出されると、ビアーは何気ない顔でケビンの太ももに手を置き、感謝ならこういう意味で支払えばいいと笑って言う。そして2人は河原で車を止め、ビアーは距離を詰めるとケビンの口元を情熱的なキスで塞いだ。これまで誰かと深く触れ合ったことのないケビンは抵抗する術もわからないまま自分をその腕に預けた。命さえ預けられると口にすると、ビアーは命も愛もいらないと笑って答える。彼にとってそれは食事や睡眠と同じで、必要な時に満たすだけのものに過ぎない。ケビンを愛していないことをはっきりと言葉にした。ビアーにとっては一夜の出来事でも、ケビンにとっては命がけで向ける感情だった。そしてその日を境に弱気だったはずのケビンは一変し、自ら創業し自分のものであるはずの家業を全て取り戻すとビアーに告げる。だがケビンの提案するホテルプロジェクトはあまりにもリスクが高く、たとえビアーが賛成したとしても社内で反発が起きるのは目に見えていた。やむなく断るしかなかったが、その後ケビンがしばらく姿を見せなくなり、ビアーは友達といながらもどこか上の空でいる。だがある日、ケビンは突然ビアーを連れ出し、実際のプロジェクト現場を見せて自分の覚悟を証明しようとする。その熱に押され、ビアーは自ら投資家を探すと約束するが、どこへ行っても資金は下りない。裏で糸を引いていたのはケンだった。追い詰められた末、ビアーは自分の個人資金を差し出す。その瞬間、2人はただの恋人未満の関係ではなく、正式なビジネスパートナーとなった。ケビンはビアーを工事現場へ連れて行き、進捗を見せようとするが、そこで現地の住民たちが怒りをあらわにして抗議していた。この地にホテルが建てば自分たちは追い出されるのではないかという不安からだった。その場に立ったビアーは真正面から彼らと向き合い、ホテルは土地を奪うためではなく、現地の文化や商品を生かし共存する形で成り立たせるだと説明する。こうして張り詰めていた空気は少しずつほどけ、2人は住民との緊張関係を和らげていった。その夜、自然な流れでベッドへ誘おうとするビアーをケビンは拒んだ。理由も告げられず、どこか突き放されたように感じたビアーは苛立ちを抱えたままバーで酒を煽るが、そこでギャングのボスに目をつけられ、断ってもなお執着に絡まれる。ついには手下に押さえつけられ、背後に回ったケビンが小型のナイフをボスの首に当てて静かに制した。助けに現れたケビンを見てビアーは思わず笑みを浮かべる。その強さに触れ、ケビンの気持ちを確信するが、ケビンはかつての一夜限りの関係ならいらないと改めて線を引く。するとビアーはそっと額に口づけて、今度は言葉ではなく態度で自分の気持ちを証明すると告げた。
翌朝デートの最中にウィアーは親友であり秘書でもあるリットが足を怪我したと連絡を受けて呼び出される。親しげに会話を交わす2人の様子を見てケビンはどうしても嫉妬を隠しきれない。その空気を察したウィアーはリットの目の前でわざとケビンに顔を寄せキスをしようとする。その後ウィアーはお揃いのパジャマをプレゼントするが、本当に見たかったのはその下に隠されたボンデージハーネスだった。だがケビンは迷いなく首を振りきっぱりと拒む。そしてホテルのグラウンドオープニングの日、ケンが姿を現し、すでに根回しは済んでいるから誰も来ないだろうと嘲笑う。だがその予測は大きく外れ、業界の VIP たちは次々と会場に現れ、空気は一変する。その夜、祝杯を手にしたケビンはこれまで抑えてきた思いを解き放つようにウィアーへと静かに歩み寄る。言葉よりも確かな形で彼の求めるものに応えながら、2人の距離はもう後戻りできないところまで近づいていた。このシーンで縛りや紐系に弱い私は一気に覚醒した。時間は現在に戻り、ケビンとビアーの関係はすでに破綻していた。ケビンは自分から離れようとするビアーを薬で眠らせてさらい、手錠で自由を奪った。まだ何があったのかははっきりしていないが、現時点で言えることはビアーが何から何までケビンに力を貸し、彼を愛していたということだ。しかしケビンはビジネスのためにビアーを利用し、許しがたい過ちを犯したようだった。ケビンの父はもともと愛する女性と息子ケンと共に暮らしていたが、キャリアのためにケビンの母と結婚した。しかし結婚後、家業を乗っ取り母親を追い出した。雨の日、母は車の事故で帰らぬ人となる。当時まだ幼かったケビンは孤児院へ送られ、父はすぐさまケンとその母を家に迎え入れた。18歳の時、父は再びケビンを家に呼び戻したが、父にとっての愛息子はケンだけで、ケビンはまるで犬のように扱われてきた。だからこそ母のためにも絶対に成功してやると心に決めていた。こうした背景をベースに考えると、ケビンがキャリアのためにビアーを裏切るのは理にかなっている。しかもあまり悪びれた様子がないのは、人の愛し方そのものを知らないのではないかと感じた。長く不健全な家庭環境に置かれてきたことで、成長する過程で価値観そのものが歪んでしまったのかもしれないが、本人はそのことに気づいていない。もちろん全てが誤解である可能性も否定できない。だからこそもう少し先を見届けるまでは結論は出せない。一方ウィアーは最初こそ遊び人でケビンと一夜限りの関係を持ったが、それはただ倫理的に軽率だったというだけで、決して狂っているわけではない。むしろケビンに本気になってからは、彼を恋人として父親に紹介し、ビジネスパートナーとしても何から何まで手を貸していた。この2人から目を離せない展開で毎週が楽しみだ。また次回お会いしましょう。ではでは。